噌、醤油、お酢、ビールにソース、そしてお酒。知多半島は醸造半島です。愛知県常滑市小場町に来てます。私の目に留まったお酒と酒蔵は必ずメジャーになります。メジャー請負人カリスマ日本酒バイヤー中野恵里です。激動の時代を乗り越えてこられた白老醸造元澤田酒造さん、6代目の当主は女城主です。紹介します。白老醸造元澤田酒造6代目の蔵元さんになります。澤田薫ちゃん、こんにちは。よろしくお願いいたします。白老醸造元澤田酒造株式会社の6代目の蔵元澤田薫です。今日なんかちょっとしっとり雨が降ってて、朝から、はい、もう今はね随分と小降りになって傘もいらないぐらいなんですけども、はい、はい、普段はねなんか空と海がとっても近く感じる。はい、常滑の町、醸造半島、はい、そしてもう有名なのはやっぱり常滑焼き。そうですね。ですよね。六甲窯の一つ。はい。窯元さんがあって、で、これから中に入っていっても常滑の蔵元さんらしいものがたくさん拝見できるかと思うんですけども、はい。はい、今日蔵の中も私こちらに伺うの10年ぶりなんで。そうですね。はい、楽しみに。はい。また10年前と変わっていないところ、変わったところをたくさん発見して、皆さんにも見ていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では、じゃあ中に、はい、はい、こちらどうぞ。ついていきます。はい。命がけで全力で酒蔵を守り続ける新しい時代の始まりだなって言ってくださって。古いけどいいものももちろんあるんですけども、やはりもう変えていかないといけないものもある。常滑屋さんに今からお邪魔します。じゃあ酒蔵の方へご案内します。はい、お願いします。はい。もう全然変わってないです、この辺は。変わらないくらいいいんですよ。はい。築何年ぐらい？ここは移築してきてるっていうところなので、170年経ってるんじゃないか、以上経ってると思います。はい。そうね。だからそれが残ってるっていうのがもうね。ね、それは価値だと思うんですけどね。大事にね、大事なことですよね。されて。ここが山から来ているお水が出てる仕込み水ですね。山から来てるけど、もうもちろんこう通しているのはもうご先祖様が。そうです。江戸時代の時に蔵を開いた時に、はい、たくさんの量を使ういい水が必要だったので、最初は井戸水を汲み上げたらしいんですけど、そしたら周辺の生活されている方の井戸が干上がっちゃったんで、ということでいろいろ探してこの山の水を探り当てたと。で自家水道という形で、はい、工事してね、ここ2kmあるんですけど、はい、蔵まで引っ張ってきてるんです。江戸時代に2km自家水道を通すってものすごい大変なこと。いやすごい大工事だったはずですね。で最初は竹筒をつなげていったので、もうよく水が途中で出ててっていうこともあったらしいんですけど、その竹から継いで変わったのが基礎のヒノキをくり抜いた木棺ですね。ここにあるこれはその一部ですけれども、これがずっと長いものが蔵まで来てた。すごいすごいすごい、これ本当に、これがずっと続いて2km。すごいね。でも先人のその知恵と、それからもう熱量とね、もう頭が下がる、もうそれしか言えない。だって今と時代が違うんだもん。そうですよね。それをこの工事をやったわけでしょ。そうです。で今
まだそれを使ってらっしゃる、そうなんですよ、ね、この水量がずっと24時間絶え間なく出てくれているので、本当にこれは本当宝物ですよね。とっても大事だなって澤田酒造がここで酒造りをずっと続けてきている、一つの証だし、知多半島の恵みがね自然の恵みがこうして目に見える形になってるわけなので、とっても大事なものだなって思ってます。今ここねちょっと下がそうなんです。新しくなって、昨日完成したばっかりでちょっといい匂いがしていい匂いがします。銭湯に来たみたいな、温泉に来たみたいな感じがします。もともとでもこのスタイルだったけど、そうですね、板を張り替えられたってことですよね。そうです、やっぱり木なのでちょっと朽ちてきてしまって、隙間が空いてきてしまって危ないので、10年に1回ぐらいはやり替えてるんですけれども、もうこの形状は変わらないっていうことでね。そうです。はい。水もぜひ飲んでみてください。ありがとうございます。ちょっとなみなみとすかしていただきます。ちょっとお水いただきます。もうね、なんだろう、柔らかくってスーって入るからごっくんごっくん飲める。そうですよね。すごい美味しい。うちの蔵に来てもらえば飲み放題です。そっか、だってもうずっとこうやってね、このまま24時間してるんだもんね。本当にありがたい恵みです。蔵にお越しの際はマイボトルを持ってきてもらえば汲んでいただけますので。もう白老というね、引きチョコでいただいたおいしいお水です。ありがとうございます。次は蔵の中をご案内します。ありがとうございます。ではお邪魔します。ちーんと今はね、お酒造り終わってらっしゃるから。そうなんですよ。ゴールデンウィーク入る前に一段落いたしまして、今はちょっと静かな酒蔵です。じゃあ今目の前にありますのは窯ですね。素敵。原料処理の蒸しを行う場所なんですけれども、この大きいですよね。和窯が2基ありまして、大きい方とちっちゃい方と両方現役で使ってます。お米の蒸す量に合わせて、少量の時は小さい釜に小さい古式を乗せて、でたくさん蒸す時にはこちらの大きな釜にあちらにある大きい古式の方を乗せて米を蒸していきます。大きいですよね。直径が私の身長ぐらいある、かなり大きな古式。木のお道具っていうのはいいですね。そうですね、木の道具は大事に直して使ってこそっていう言葉を聞いたことがあって、私はその姿勢がすごく大事だなって、いいなって思っているので、あえてこういう古いスタイルを残している一つには、そういうものへの大事に接していきたいなっていう思いがあります。次は2階の方へご案内します。お願いします。2階ってあれですよね。ちょっと去年ところで消失してしまったんですが、大変痛ましいね火災でしたけど、麹室が全部なくなっちゃったっていうね。じゃあこちらがその麹室があった場所になります。今ちょっと電気がないので真っ暗なんですけれども、こちらですね。かおるちゃん、ちょっとあれだね、まだなんか痛ましい記憶みたいなところで焦げ臭が少し残ってますよね。もうでもほとんど影響がないレベルにまで下がってきてるかなとは思うんですけども、まだ完全にはね取れてはおりませんが、ここが麹室があった場所になります。もう去年の11月11月の27日で、麹室の火災がお昼の1時ちょっと前ぐらいに発見されまして、で麹室だけの、火災で本当に奇跡的に済んで、誰も社員も怪我もなくて、
本当にたくさんの方にご支援やお見舞いをいただきまして、この場を借りていいですか、もちろんです。本当にたくさんの方に日本全国からご支援やお見舞いをいただきまして、皆様もコロナで本当に苦しんでおられる中なのに本当に心苦しいなと思いながらも、本当に皆さんの気持ちの温かさやエールをいただいてここまで来ることができました。本当にありがとうございました。実はここの建物、この鉄筋コンクリートで耐火性能のあるコンクリートを作って、ここに麹室を作ったのは元専務だったんですが、そのおかげでここからの類焼は一切なかったんですね。ただ私は本当に申し訳ないなっていう思いになった。今まで先祖代々やってきたこのものとこの麹室を失わせてしまったっていうことですごく自責の念に駆られたんですけれども、それででもここを新しくしてなんとかその元専務に見せたいっていう思いがあったし、私の夫もあったんですけども、12月の20日に亡くなられてしまって、でその時に最後におっしゃられた言葉が、遺言のように娘さんから聞いたんですけど、白老新しい時代の始まりだなって言ってくださって、で、本当に今思い出しても泣けちゃうんですけど、いっぱいいろんな人の思いを本当にいただいているので、それを次にね伝えていきたいなっていうふうに思ってます。じゃあお隣の仕込み蔵の方に行きたいと思います。次は仕込み蔵。この辺も見ていただくと分かるんですけど、ガラスにひびが入ってて、でもね針金が入ってるからこっちに出てこなくて、本当にここが無事だったんです。こちらが仕込みの蔵になります。香りがまた違ってね。創業当時海の近くにあった蔵を移築して、ここで酒造りをして、その当時のまま、のお部屋になりますので。澤田酒造さんって、創業されたのが1848年、嘉永元年ですよね。でこのご創業されてすぐに、もうほとんどこの日本中じゃないやな、なんだろう、江戸からこの東海地方ぐらいまでですかね、地震とかがあったのって。そうですね、東海、東南海、安政の大地震っていうのが、ありまして、1854年、でこちら本当はその時はまだ海のところに立ってたんですね。そしたら地震が起きて津波が来たので、それによる被害を受けてしまって、でそこで酒造りはできないっていうことでここに引っ越してきたんですけども、移築してここに来たと聞いております。こちらのカーテンの中が酒母室になります。今は何もないんですけれども、こちらに酒母タンクを置いて酒母を立てていきます。澤田酒造の酒母の作り方は普通測定元で全て、作っているんですけれども、よくどうして木本とか山灰とか澤田酒造さん古い作り方にこだわってるのにやらないんですかっていうのはよく聞かれたりするんですが、物言いをつけたいです。澤田酒造さんといえば測定です。もうこれは本当にこれまた先人の素晴らしさっていうねところになるんだと思いますけど、明治の38年って言ったらもう本当にこれができたっていうことがすごいことだなと思うのは、研究所とかね、そういうところに先駆けて醸造用の乳酸、これを投与するっていうことに成功されたのが、そうですね、澤田酒造の一棟の酒蔵で作っていた北条組という組合になります。ね、そうですよね。だからお酒でね、今北条っ
て、はい、白老さんの北条って、はい、ブランドが一つありますけど、あれと同じ字を書いて、北条組ですよね。お酒はそこから名前を取りました。北条組って言ったら今でいう酒造組合の前身みたいな。そうですね。各地域にある酒造組合の前身になると思います。それまでやっぱりお酒を作るっていうところで自然界の乳酸みたいなところを取り入れて、はい、で微生物学とか、はい、科学とかっていうのがやっぱりね、ない時代からずっと来てるから、はい、体系づけられてなかったんですよね、はい、酒造りが。でそこのところをこういやこのままずっとやり続けたら不造も多いしっていうところで他の機関とかでも研究はされていたけれども、そこよりも早くそうですね。やられたっていう。学理応用っていう言葉が書かれたものが残っているんですけれども、当時知多半島すごく酒蔵がたくさんあったんですけれども、その中でもやっぱり灘に負けないようにこう酒質を上げて、そして安全な醸造っていうのを研究一生懸命していました。で醸造の学校を作ったりとか、そういう教育にも熱心に力を入れていたんですけれども、そのうちの一つで、はい、その測定元の前身の、はい、研究がなされて、うちの酒蔵でその研究をして、それがうまくいったので測定元につながっていくという、はい、経緯があります。木の階段ちょっとね怖いかもしれないんですけど、はい、歩きやすいので、はい、はい、はい、今度はちょっとブーンブーンというね、はい、静かな音が、はい、静かにうなる音がしてきました。はい、こちらの部屋はちょっとひんやりしてるんですけれども、お酒を仕込む、はい、お部屋になりまして、先ほど作った麹と酒母を下ろしてきて、ここで三段仕込みをするお部屋です。で夏場はお酒の貯蔵もしておりますので、今ちょっとウィンウィンと言っておりますけれども、はい、冷やしてタンクを冷やして、はい、チラが回ってる音になります。タンクで貯蔵されてるってことですね。これはそうですね。タンクで貯蔵するものもありますが、瓶で貯蔵しているものも、はい、ございます。次は絞り圧搾ですね。はい。ちょっと電気つけます。もろみを絞る。はい。圧搾機があります。こちらが矢蓋製っていうのは結構見たことがあると思うんですけれども、はい、牧野は常滑にあるこの圧搾機のメーカーさんなんですよ。はい、常滑なんです。で平成25年に導入した白老の中でピカピカの新品の、はい、そうなんですね。って言ってももう7年ぐらいになりますけど、はい、とっても優秀な絞り機です。常滑にあるんですね。そうなんです。常滑ご存知のように古くから六古窯の一つで焼き物の町なんですけれども、この牧野さんはその焼き物屋さんに土を提供される、はい、そういうメーカーさんで、だからこの機械で絞って水はいらないから捨てるんだけど、残った土を逆だ、酒かすの部分がいるんだ。そうなんです。でそれでそれこそうちの元専務が醸造機械店に連れて行って、でこれは応用できるっていうことを学ばれて、でそれからその醸造、醸造だけでなくて薬品とか飲料にも使われているらしいんですけれども、はい、すごく非常に良い機械ですね。はい、かおりちゃん、蔵の案内ありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ちょっとこううるってくるようなね、胸がつまされるようなお話も伺いながら、今ここにね、私たち井戸場に来たんですけどね、湧き出てる、ずっとこうお水が絶えたことがないというね、江戸時代から続く自家水道、
から来てるっていうお水ですけどね、はい、で下も新しくされてるからなんかちょっとこう靴のままでここにいるのが申し訳ないような、ゴロンとしたいなと思ってました、私は。木の香りが、はい、いいですね、ヒノキの香りがね。もう中庭的なところに行って、こう外からのね風とか光も感じられるスポットですけども、そうですね、この企画、このトークコーナーって4回目なんですよね、今日でね、ボリューム4。今のところ、初対面では私に反応が悪い、もしくは嫌がってると思われるっていう方がタンタンタンと続いてきたんですが、もう今日はね、やっと私は挽回する日が来ました。もう変わりますね。初めてお目にかかったのが、確か2010年の兵庫県でね行われた山田錦サミットだったんですけど、兵庫県の JA さんがやってらっしゃる、全国から倉本さんもいらっしゃって大きな会だったんですけど、あの年私が講演をさせていただいて、でその後で懇親会があってっていう時に、ここから重要です。ここから重要。私からではなく、かおるちゃんから名刺を持ってきてくださったっていうね、もうやっと挽回できた。そうで、あの時って300人ぐらいいらしてたんですよ、倉本さんがね。で1人だけだったんです、女性。そうでしたか。女性1人だったっていうのと、あとやっぱり年齢がすごい若いお嬢さんが1人混ざってる感があって、で他みんなおじさまじゃん。10年前だとまだそうだったかもしれないですね。そうもう10年以上も前になっちゃうんで、そこで初めてお目にかかって、でそこからこうお酒リリースされるお酒っていうのがすっごい変わったなっていう気がしてどうですか、そのあたり、この10年でこうなった、続けていること、変えてきたことみたいなところ。そうですね、すごく変わったと思います。でもやってることは根底でやってる部分って全然変わってないんですけど、今までずっとやり続けてたんだけど、それを全然言わなかったというか、書かなかった、表現しなかったみたいな、よく言えば奥ゆかしかったのかもしれないんですけれども、もっとその特徴だったりお米だったりとかをしっかり伝えていけば、お客様にももっとこう伝わって楽しんでいただけるかもしれないというところが、例えば当社はその時ブレンドっていうのもすごく得意にしていたんですけれども、お酒のバランス、味のバランスをこう年間を通じて安定させるためにブレンド技術っていうのがあるんですけど、ブレンドしてしまうとなんていうんですかね、そこにこう何が使われているのかっていうことがあまり分からなくなったりとか、見えにくくなっちゃうし、でかついろんなね食品のトレーサビリティの問題とかも出てきて、割合を何%って書かなければいけないとか、いろいろ変わり始めた時でもあって、でせっかくこんなにいい酒米、その兵庫の山田錦もそうだったんですけれども、そのまま山田錦って書いてるだけで、これは兵庫県の特営地区の山田錦なんだっていうこともあまりこう言わなかったんですよ。だからそういうことをちゃんとお伝えするようにしていったとか、あと酒米単体のお酒を増やしていったとか、やってることは変わらないんだけれども、その伝え方、商品化の仕方というか、そういったところを少し私の代で変えていったっていうところがあります。そうです。確かその2010年のね、山田錦サミットってまさにテーマがトレーサビリティだったんですよ。そうですか。そう2016年の時にね、イベントのこう趣旨、テーマが例えばかおるちゃんもそうだけど、今ってこう新たな日本酒ブームみたいなものが来て、
でかおるちゃんの世代ってやっぱり表に出ていくじゃないですか。試飲会もそうだしイベント的なところもそうだし、それからメディアの取材も入るしって。であの時私がちょっと思ったのが、一世代前だからお父さんお母さんの時代になった時にね、特に奥様方お母様方って本当に大変な時代をね、日本酒低迷期を支えて、だけどこんな風にイベントもなくって、で少し回復してきたなっていう時に息子や娘にバトンを渡してずっとこう陰で支えるっていう、そういうお立場だったから、はい、ちょっとそこをスポット当てたいなと思って、はい、それであの年「泣いてくれるなおっかさん」っていうサブタイトルでね、親子ペアでお願いします、はい、出てきてくださいってわがままを申し上げて皆さんに来ていただいたんだけど、あの時だからですね、育子ママのね談話が業界誌ですけど日本農業新聞にね取材に入ってくださった方に乗って、はい、こんなことがあってこうなってああなってっていうところをすごく分かりやすくつぶさにお話ししてくださったんですけど、はい、そういう一世代前の倉本さん、はい、一つ前の倉本さん、先代さんっていうところでお父様もちろんなんですけど、お母様をずっと見てきてどうです？前の倉本さんっていうところ。そうですね、やっぱりとても忍耐強いし、自分が表に出るわけではないんですけど、誰よりもやっぱり白老のことを愛して、その歴史というものを大事にしてきた、はい、人だなっていうふうに思いますね。母がいろいろと作ったことっていうか、実はこういうふうな商品になってる、それができるのは母の一言がきっかけだったとかっていうのがすごくいっぱいありますし、歴史のものの発見とかもなんか捨てられそうになってたものから見つけ出してくるって、もともと歴史学を専攻していたので、はい、そういったところがとっても大事で、これからもうちょっとゆっくりしてもらってライフワークに白老の写真を編纂してもらいたいなって思ってるんですけど、はい。はい、常滑屋さんに今からお邪魔します。今すごくここ10年15年で日本酒を取り巻く環境というのが変わってきまして、それまで非常に落ち目の業界と、今でもそうなんではありますけども、非常にいい方向にも芽が出始めてきた。ですから新しいお客様も増えてきたし、そういう人が、いいお酒を飲もうと、安いお酒じゃなくていいお酒をたしなもうというそういう動きができてきて、お酒の主質も変わってきた、そしてそれに伴って作る人も変わってきた、売る人も変わってきた。非常に状況が変わってきたんですけども、古いから悪いわけではない、古いけどいいものももちろんあるんですけども、やはりもう変えていかないといけないものもある。そういう意味で、うちにとって一番古くて変えないといかんものは何かなということを考えると、俺が一番ダメだなということでですね、やっぱりこれからの時代に合わせて、なんとか残っていこうと思うと、もうこの時期に変わらないと、ダメだろうと、そんなふうに思ったんで。なんか今日はちょっとこう感動的な話がいっぱいで、本来このチャンネルっていうのは涙涙の大爆笑の薄口ドキュメンタリーチャンネルなんですけど本物のドキュメンタリーみたいになってまいりましたがこう近々こうなりますっていうところ、もちろん夏の間にね新しい麹室は作られるっていうことなんですが、そして新しい麹室で次の酒造期、お酒をお作りになるっていうことなんですが、それ以外で何かこう近々こうなります的なインフォメーションないですか？そうですね、
5月22、23日に本当は酒蔵開放を延期してやる予定だったんですけど、ちょっとコロナの状況が非常に悪化の一途をたどっているので、延期をしまして、その代わりにちっちゃいミニ販売会を蔵でやるよっていうのと、そこからオンラインの販売でその新酒の今回4蔵の酒蔵さん助けていただいて麹を作っていただいたので、それでできた新酒をお披露目したりとかっていうのをオンラインでもやるので、はい、そこでもオンラインで見ていただけたりとかもできるんですけど、それが23がここで現地でやるイベントがある、ちっちゃなイベントですけど、あるのと、22から6月の6の日曜日まではオンラインで同じ商品が買えるようにっていうのをやるぐらいで、あまりそうですね、大きなイベントなかなか今で予定立てられないんで、やっぱり目下そうですね、あともう少し屋根の修復とかまだ残してるところがあるので、それが無事に終わって麹室がお盆前ぐらいにはできるかなって感じなので、またねちょっと新しい麹室は今まで構造上一つの室しかなくってできなかったこととかがあるんですけど、区画を分けたりとか除湿器を入れたりしてより品質ごとに作り分けができたりっていうところで高品質な麹作りができるようにしていくので、はい、またぜひできたらね、時間があったらいさま見に来てください。はい、そうするとやっぱり次のシーズンにできてくるお酒っていうところも楽しみですね。そうですね。どう変わっていくんだろうと私もドキドキしてます。ね。はい。6代目から始まる新しい歴史があります。どうぞね、お力をお落としにならないように、室ももう再建間近ですし、はい、これからもどんどん楽しい美味しいお酒をリリースしていただければと思います。はい、今日どうもありがとうございます。ありがとうございました。